こんにちは。一人介護のりょうさんです。本日は介護士さん、看護師さん、看護学生さん必見、患者の本音パート2をお送りします。リアルな患者さんの声をお伝えする企画です。必ずハッとさせられたり考えさせられることがあると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。これは決してクレームではありません。順番としては、はじめにちょっと耳の痛い内容かもしれませんが、患者さんやご利用者様のご家族の本音をまずは一気にご紹介します。次に訪問介護さんからいただいたコメントのご紹介の順でお送りします。それではスタート。その前に介護士さん、看護師さんにおいては、もしかしたら気分を害されたり弁解や反論も終わりかと思いますが、まずは素直にそういうふうに感じる方もいらっしゃるのかと受け止めていただけると助かります。このチャンネルにいただいたご視聴者様からのお言葉やその他の SNS からの情報提供を含みます。たくさんの方に理解していただきやすいように、私の言葉で少し表現を変えさせていただきお伝えしますので、多少ニュアンスが違っている場合はご了承ください。患者さんや利用者様、ご家族の本音。拘縮がひどく片足の膝が曲がり、右足とくっついている足を無理やり広げようとする介護スタッフさんや看護師さんがいました。下手したら股関節の骨折になってしまうのに、力任せのやり方に注意してしまいました。プロに対して申し訳ないと思いましたが、言ってよかったのか。ショートステイ施設へのお泊まりへ預けるよりも自分でお世話をしている方が安心と思ってしまいます。病を抱えた人でも高齢者でも相手のお気持ちを察する、とっても大切なことですよね。外科での出来事ですが、看護師さんの患者を少しでも歩けるように、悪くならないようにというお気持ちからかもしれませんが、ナースステーションの入り口からずらりと車椅子の患者さんが長蛇の列で、あえて車椅子に乗せているように見えてしまいました。中には病室に戻りたい、ベッドで横になりたいと訴える方もいました。看護師が監視しやすいように集めているようにしか見えず、私の目にはスパルタに映りました。その光景をどう捉えてよいのかすらも分かりませんでした。最も驚いたのは、ある看護師さんが、さあそろそろ病室に戻すか、自殺されたら困るしなとおっしゃっていました。他の患者さんのご家族が来ていても気にしない様子で大きな声を発している光景に、刑務所なのかと思ってしまいました。私は毎日母に付き添いをするために通いましたが、左側が麻痺で何もできないのですが、そのような発言をする看護師さんがよくしてくれそうもないなと思ってしまいました。便で汚したパジャマを洗っていたら、看護師さんにそんなのきれいに落ちないから捨てればってバッサリ言われ、なんて言い方されるのかと。別の看護師さんはそっと洗えば落ちますよってフォローしてくれました。母と同じ病室で脳梗塞で認知症のあるおばあさんの話ですが、暴れてしまわれたのか両手をつながれていました。看護師さんらをつねるようで、看護師さんはその患者様につねるのやめてくれるとおっしゃっていて、病気のせいでなかなか伝わらない患者様を相手に感情で怒鳴っている光景に見えました。ご病気とはいえ患者様はつながれてほったらかしの状態なら気もおかしくなる。かわいそうでした。起こして車椅子でトイレ介助を促すこともなく、おむつでしてって感じに私の目には映りました。ご家族は毎日は来れないようで、たまにいらした時に車椅子に乗せて少し病院内を回りたいですと頼まれましたが、看護師さんは困ります、何かあったら責任がありますからと。看護職も介護職も資格があるからといっても全ての方がきちんとしてくれるとは思わなくなりました。仕事、その人の人格、看護・介護にあたり目標を持つ、これで違ってくるかと。職がないので看護や介護職をとりあえずやってみよう
という気持ちでなられたのでしょうか。以下はご自分の YouTube チャンネルをお持ちの方からのコメントです。私のチャンネルは介護が必要な父と私の日常生活動画です。身内にアップしたよと連絡して見てもらっています。吸引動画を介護のご経験のない方がご視聴し、お言葉をいただいたのですが、そのお言葉を重く受け止めてしまい、心がモヤモヤした気持ちです。でも、親父の今の生きている証と思っています。とのことでした。皆さん、勇気を出してご経験や感じていることを話していただきありがとうございました。改めて介護を受けている方も介護をされているご家族もいろんなご経験をされ、いろんな思いで過ごしていらっしゃるのだなと思いました。私も父の闘病生活の中で実際にこの目で見たことのある光景だったので、すごく共感できましたし、正直やっぱりどこもそうかと悲しい気持ちになりました。また看護師として自分も働いていた頃にそれに近い光景を目にしたことがあるな。でもその頃の私はどこかで違和感を感じていても何にも行動しなかったなとも思いました。次に現役訪問看護さんからいただいたコメントのご紹介です。こちらは以前にアップした患者の本音第1回目をご視聴いただいた方からのお言葉です。訪問介護をしています。利用者さんに合わせてのサービスを心がけています。小さなことでも気づくよう気をつけています。それでも慣れてくると雑になることもあります。たくさんの気づいたことを紹介してくれてありがとうございます。患者さんに安心してもらえるようにケアしていこうと改めて思いました。とのことです。私はこのコメントをいただき泣いちゃいました。普段からご利用者様に合わせてケアするよう心がけてくださっているとのこと。お優しいお方ですよね。とっても嬉しく思いました。このような介護者でしたら受ける側も安心だとも思いました。私もその人その人に合ったサービスのご提供をすることやお世話をさせていただくことってとても大切だと思います。思いを教えていただきありがとうございました。足を無理やり広げようとする介護スタッフさんや看護師さん、下手したら股関節の骨折になってしまうのに力任せのやり方に注意してしまいました。プロに対して申し訳ないと思いましたが、言ってよかったのか。ズバリ言ってよかったです。とはいえ大半の方は言うのが怖いですよね。でも勇気を出して言ってみたら良くなる可能性の方が高いので、もしそういう状況に出くわしてしまった時は騙されたと思ってこの動画のことを思い出してください。私も介護が始まった数年は言えずにいました。お世話になっているし言いづらいし、嫌な雰囲気になったり気まずくなるのも嫌だなと思って。でも言うのを我慢しているうちに看護師さんや介護士さんへの不満や怒り、イライラ、この人にはやってほしくないという気持ち、ストレスがたまり、最後には不信感につながってしまいました。しかしある日意を決しました。以前の動画、私が看護師を辞めた理由でもご紹介しましたが、父の話のできない病人が負け寂しいという言葉がきっかけでした。それからは私が言わなきゃ誰が言うのと言い聞かせて言いたくないことも言ってきました。時にはサービス提供者さんとギクシャクすることもありましたが、一度も伝えなきゃよかったなと後悔したことはありません。言わずにいて何より悲しい思いをするのは父ですし、看護師さんや介護士さんらはご自分でそんなつもりなく、全く悪意なく行っていらっしゃるので、ハッとしてくださる方が多かったです。ご指摘いただきありがとうございます。今後は気をつけますね。そういうことはこれからも我慢せずおっしゃってくださいとお返事いただけると、こちらの方も自然とそうだ、わざとじゃないんだよね、一生懸命お世話をしてくださっていたあまりにちょっと力が入ってしまったのかもと、こちらも気持ちが落ち着いたりもします。心のきれいな人、素直な人にはちゃんと伝わると思いますので、
今後もお伝えしていきましょう。以上、少し耳の痛い話や不快に感じられた方もいらっしゃるかもしれませんが、人にはこのように映ったり受け取られる場合もあるのだなぁと思っていただけるととても嬉しいです。またいつかは看護師さんからのご意見やお気持ちも発信できたらと思います。何かお伝えしたいお気持ちがありましたら、ぜひコメント欄にてお知らせいただけると嬉しいです。サービス提供者、ご利用者様、どちらも明るい気持ちで介護に携わるには、お互いを理解し歩み寄ることかなと思います。それでは最後に素敵なコメントをご紹介して終わりたいと思います。りょうさん、お互いに大切で大好きな人、大変なこともありますが頑張りましょう。介護は辛くて悲しいことばかりじゃないですよね。介護によって新たな発見や愛を感じられますよね。神様が与えてくれた時間、楽しく過ごせたらと思って笑いある介護を目指しています。介護によって新たな発見や愛を感じられる、とっても同感です。素敵なコメントありがとうございました。大好きな人を介護するのは神様からいただいた人生でかけがえのない素敵な時間です。長らくご清聴ありがとうございました。それではまた。To fall for the last time. Picture